どうも、伊畑です。いつも動画見ていただきましてありがとうございます。いや、2021年ももうね、あと2日で終わりですよ。この動画が出てるのがね、多分12月30日の、夕方6時ぐらいかなになってると思うので、もう本当に残すところあとわずかって感じなんですが、皆さんにとってのね、今年の1年どんな1年でしたかね。僕はね、やっぱりね、今年は本当に、このね、富士フイルムのカメラレンズめちゃめちゃ使った1年だったなーっていう風に思いましたね。本当にね、この富士のカメラのおかげでね、僕チャンネル登録者数もその300人とかそのぐらいのところから今4600名ぐらいの方に登録していただけていて、片時もね、その本当に富士フイルムのカメラを手放すことがなかったなっていうようなね、1年だったんですよね。で、本当にね、そのいろんなレンズ、いろんなカメラ、いろんなレンズ試してきて、で、富士のね、X マウントにつくレンズって基本的にどれもこれも全部いいんですよ。すっごくいいレンズだったんですが、その中でもやっぱり特にね、印象に残るレンズっていう風なのあるじゃないですか。なのでね、今回はもうせっかく年末ということで、僕が今年使った中ですっごく印象に残ったレンズベスト5をね、ご紹介したいと思います。これはもうね、その機能がどうとか、その優劣がどうとかじゃなくて、単純にもう僕が好きかどうかっていう、そのね、基準で決めさせていただきました。なのでね、ぜひ皆さんもご自分の中のその今年どのレンズが一番印象に残ったかなみたいなのを思い出しながら見ていただけるとすごく嬉しいです。またね、そのレンズをコメント欄でいただけると、僕もね、皆さんのそのどんなレンズがおすすめなのかっていうのを知れてすごく嬉しいので、ぜひね、コメント欄にて、その皆さんのベストレンズを教えていただけるとすごく嬉しいです。それでは行きましょう。僕がね、今年使った富士フイルムのX マウントレンズ良かったランキング第5位は TT アジダンの 35mmF1.4 ですね。いや、これはね、僕本当に思い入れの深いレンズなんですよね。XE4 と一緒にマニュアルレンズの面白さっていうのね、僕に教えてくれたね、すっごくね、僕にとっては特別な一本で、僕ね、今他のレンズが充実してきたんですが、あのレンズはね、今、相方のところにいて相方に使ってもらっているっていうような状態です。で、このレンズの特徴はね、やっぱりそのいろんないいところあるんですが、なんといってもコストパフォーマンス、コスパだなっていうふうに思います。まずね、お値段が8900円なんですよ。レンズで8900円ってやっぱりもうありえないじゃないですか。これ中古じゃなくて新品価格なんですよ。新品価格で8900円でありながら、開放 F 値 1.4、そして開放からめちゃめちゃシャープ、ビルドクオリティもすごくいい、そして軽量コンパクトっていう、もう他何がいるのっていうようなね、そんなレンズなんですよね。で、やっぱりね、その F1.4 の明るさがあるから背景はものすごいボケるんですよ。背景ものすごいボケるんですが、開放からね、ピント面めちゃめちゃシャープなおかげで、ピント面はシャープ、背景はボケるっていうその差のおかげでね、フォーカスの合わせるのがめちゃめちゃやりやすいんですよ。マニュアルフォーカスがとにかくやりやすい。正直ね、僕マニュアルフォーカスのレンズってその TT8 段使うまで使ったことなくて、でやっぱりね、敬遠してたんですよ。そのマニュアルでね、フォーカス合わせるときはやっぱりこのね、ファインダーの中で拡大をして一回一回えっちらおっちら合わせて、そしてそのシャッターを切るっていうすごく大変なことなんじゃないかみたいなことを思っていたんですが、 TT8 段はね、もう拡大とか必要ないですよ。ピント面めちゃめちゃシャープで、背景めちゃめちゃボケるんで、もうスッとそこにピント合わせられる。でしかもね、またそのビルドクオリティがすごい高いんでね、フォーカスリング回すの気持ちいいんですよ。いやだから本当にね、僕にとってはあのレンズがあったからこそ今こんだけマニュアルレンズを楽しむっていうことをね、知れたわけで、やっぱりすごくね、思い入れの深いレンズなんですよね。でしかもマニュアルレンズの何が楽しいってね、やっぱりそのマニュアルを自分の手で合わせるんで、このね、ファインダー上でピント面がなだらかに移動していくのがね、もうそのシーンが自分の目で見えるんですよ。だからその今までだったらオートフォーカスでなんとなくはいここはいここはいここみたいな感じでピント合わせてたんですが、こうね、なだらかに移動してる間に自分はどうしてその位置にピントを合わせようと思ってるんだろうみたいな、その自分のその作品ピントへの向き合い方っていうのもすごくね、考えさせられて、やっぱりね、あれを使ったことでちょっとその写真への向き合い方変わったなと。特にピントのその糸ですね、一個一個のピントにやっぱり糸を持たせなきゃいけないなっていう風なね、意識が生まれたのもすごくね、良かったところだなっていう風に思います。でしかもね、そのやっぱり今ね、マニュアルフォーカスめちゃめちゃピント合わせやすかったですよっていう風にお伝えした
したんですが、とはいえね、外すことだっていっぱいあるんですよ。外すことだっていっぱいあるんですが、外したら外したでいいじゃないかっていう、その、なんていうんですかね、ちょっとピンボケだからこそ生まれる良さみたいなのを教えてくれたのもこのレンズで、僕ね、やっぱり1年を振り返った時に、一番楽しかった撮影ってやっぱりね、XE4 と TTR チタンの 35mmF1.4 で、めちゃめちゃその気楽に気軽に撮ってた時かなっていう風に思いました。で、しかもね、僕にとってはやっぱり XE4 っていうカメラと、あとは TTR チタンの 35mmF1.4 という組み合わせで、そのね、チャンネル登録者がぐんぐん伸びて、その、確かね、400人ぐらいから一気に1000人まで1ヶ月ないしの間で到達できたので、そういう意味でもね、本当に僕にとっては思い入れの深いレンズです。ということで、僕が今年使った X マウントのレンズ、良かったランキング第5位は TTR チタンの 35mmF1.4 でした。で、第5位からね、めちゃめちゃハードル上がってってたんですが、4位からね、もうさらにお気に入りのレンズたちが続きます。ということで、第4位です。第4位まで、タムロンさんの 18-300mmF3.5 から 6.3 ですね。あれね、化け物ですよ、化け物。僕めちゃめちゃ返したくなかったですもん。まずね、あのレンズを大雑把に特徴を説明するとするならば、広角換算 28mm 側で 0.5 倍ハーフマクロが使える。そして望遠端では完全 450mm までいける。さらに、オートフォーカスや手ブレ補正もすごく優秀。そして画質も妥協することなく、ズーム全域でパリッとコントラストが高いっていうようなね、これを1本にまとめて、しかもそんなにサイズでかくないんですよ。こんなことありますかっていうような話で、世の中ってやっぱりトレードオフでできてるんですよね。何かを得るためには何かを犠牲にしなきゃいけないっていう、その何を得て何を犠牲にするかっていうトレードオフで成り立ってるはずなんですが、トレードオフってタムロンさん知ってるのかなみたいなことをね、思っちゃいましたよね。全部妥協してないんですよ。全部を取り入れてる。でね、やっぱりその同じ1本のレンズで広角マクロまで寄れることで、そのものすごい身近な世界を拡大するっていうこともできますし、かと思えばね、めちゃめちゃ遠くのものを圧縮効果ガンガン効かせながら 450mm の超望遠で撮ることもできる。そしてそれらをちゃんと担保してくれるのは素早いオートフォーカスであったり、手ブレ補正であったり、あとはね、シャープでコントラスト高くてパキッと映るその絵作りであったりっていう、本当にね、あの一本さえあれば何でもできるなっていう気持ちにさせてくれて、こうあとはこっちがこれをどう使うのみたいな、そのすごくね、あれをやってみたいな、これやってみたいなに対して全部対応してくれるよね。すっごくいいレンズでしたね。ちょっとあれはね、その今までのレンズの常識をね、大きく覆すレンズだったなっていうふうに思います。なのでね、本当にもう常に圧巻で、僕確かね、3週間ぐらい借りてたのかな。もう借りてる間ずーっと圧巻で、もう押されての状態で使っていて、で、実際にね、僕もその買おうかなっていうふうに思ったんですが、今ね、その生産が全然追いついてないらしくて、僕の相方がね、その予約をして待っているみたいなんですが、まあね、そのもう発売してから1ヶ月2ヶ月くらい経つのかな。で、全然ね、在庫の連絡がないような状態なので、まあもうちょっとね、その手に入れるのは待つしかないかなっていうような状態です。なのでね、その今ね、欲しいと思って、で、中古とかでね、その手に入れる機会を見つけた方は速攻買っちゃうことをお勧めさせていただきます。ということで、今年使ってよかったレンズ第4位はタムロンさんの 18-300mm でした。で、第3位です。第3位はノクトン 35mmF1.2 です。僕のチャンネルをね、いつもご覧いただいている方からは、お前、あんなにノクトンいつも騒いでるくせに、これ1位じゃないのかよみたいな声がちょっとね、聞こえてきそうな気がしますが、まあね、そのあたりも詳しくお話をさせていただければというふうに思います。で、まずね、本当にね、このレンズいいんですよ。そう、本当にやばい。何がやばいって、まず質感です。外装めちゃめちゃ高級感があって、で、フォーカスリングのスムーズなそのトルク感、ヘリコイドのこの回す感じだったり、その絞りリングのね、クリック感だったりとかっていう、本当に今いいものを触ってるんだなっていうのがね、体感できるレンズで、作りがやばいだけじゃなくて、当然ね、写りもすごいんですよ。まずね、開放はめちゃめちゃふわっとするんですよ。ゆるいんじゃなくて、しっかりとね、その改造している絵に一枚柔らかいベールをかぶせてくれたようなね、本当にすごい上品なふわっとした感じを開放では出してくれて、で、開放ではふわっとしたかと思えば F5.6 ぐらいまで絞るとね、めちゃめちゃ改造感、立体感がすごく上がるんですよ。で、改造感、立体感は上がるんですが、ピクセルレベルまでその等倍に拡大するとそんなに改造してないんですよ。そんなに改造してないにもかかわらず、その全景全体で見た時にはもの
のすごいなんか改造してる立体感があるような写真に見えるんですよね。でこれは何でかっていうと、やっぱりトーンのつかまえ方のうまさなのかなと。その電子的な改造ではなくて、人間の目が立体感があるって認識するような写りをしてくれるので、いやこれはねやっぱすごいですよ。なんとも言えない圧というか、その凄みのあるレンズだなーっていう風に思いました。そしてね、そのビルドクオリティと写りっていうこの2点だけでももう絶対買いのレンズなんですが、もう1個ね特徴的なのは電子接点がついてるんですよね。で電子接点がついてると何がいいかって、やっぱりねこのプロ3にくっつけた時なんですよ。今までのねその X プロシリーズの OVF っていうのは、ある意味でレンジファインダーのようにも使えますよみたいな、要はねちゃんとしたマニュアルフォーカスのレンズだと電子接点がなかったので、ブライトフレームがね動かなくて、なんかそのちょっと当てずっぽみたいなそのフレーミングしかできなかったんですね。それがこのね電子接点付きのノクトンだと、このねピント位置に合わせてブライトフレームが連動して動いてくれるので、要はね今までの X プロシリーズがレンジファインダーマニュアルカメラのいわゆるちょっと言い方悪いですけど真似みたいなレベルにとどまってたとしたら、これはね完全に新しいミラーレス時代のレンジファインダースタイルのあり方っていうのをね提唱したカメラになったなと思って、富士フイルムさんにとってもね結構これはエポックメイキングな出来事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。でじゃあね、こんだけ押すこのレンズなんで3位なのっていうところなんですが、このレンズはやっぱりすごくねその圧が強いというか、やっぱり気軽に使うっていうよりは本当にねいい写りをしてくれて、でしかもプロ3と僕は組み合わせてるのでね、なんかこう一枚一枚を本当にしっかり撮らなきゃいけないんじゃないかみたいな、結構ねそういう気持ちにさせられるんですよね。で実際僕プロ3と使ってるんで、もうファインダーで撮ること必須で当然オートフォーカスもないようなレンズなんですよ。ってなった時に自分のね気持ちに余裕があって、例えばよし今日はもう写真としっかり向き合ってもう作例を撮りに行こうとか、本当にその写真を楽しむ時間にしようっていう時だとすっごく楽しいカメラレンズなんですが、やっぱりね僕 YouTube やってるんで、いつも余裕があるわけじゃないんですよね。っていうか結構余裕のないことの方が正直多くて、やっぱり動画を出そうと思ったら YouTube ってどうしても更新頻度高くないとねやっぱり伸びが緩くなってしまうので、更新頻度を上げたいとってなった時にこの撮影はこの日までにこういう風にきちっと成果を出して、でその後ね編集とかをしてこのタイミングで出すぞっていう結構僕タイムテーブルが決まっていて、ってなった時にねやっぱりタイムテーブルに追われてるとどうしても心の余裕がなくなってくる。でその心の余裕がない時に使うにはちょっとねこっちが強すぎるレンズかなっていう風に思いました。だから僕にもっと余裕があれば全然ね多分このレンズ1位になったんですが、ちょっとね今の僕の撮影スタイル YouTube をやりながらっていう撮影スタイルだと若干圧が強すぎるっていうような感じなので、今回は3位にさせてもらいました。ということで僕が今年使ってよかったレンズ第3位がノクトン 35mmF1.2 です。では次第2位の発表です。第2位はね、これ実はまだちゃんと僕レビュー動画作れてないんですが XF1655mmF2.8 ですね。富士フイルムが誇る第3元レッドバッチズームレンズです。でこのレンズでまだレビューしてないんで、詳しいことはレビュー動画とかで上げさせていただくんですが、なんといっても楽さがやっぱり先行するかなって。その楽さっていうのはどういうことかっていうと、ズーム全域、どのズーム域でも単焦点レンズと同じクオリティを出してくれるんですよ。それこそ富士の単焦点ってやっぱり写りがシャープで、でもそのシャープさの中にどこか柔らかさがあって、そして光のトーンの捕まえ方がものすごくうまいっていう、こういうレンズが僕富士の単焦点だと思ってるんですよ。でこの XF1655mmF2.8 っていうのはやっぱりね、どのズーム域でも本当にシャープで、かつね光のトーンの捕まえ方がうまいんですよ。光のトーンの捕まえ方もうまいし、でボケも綺麗で、それがねこのレンズ1本をつけていれば広角側換算 24mm から望遠側 84mm までを全部カバーしてくれる。だからね本当にこの1本さえつけておけば絶対に大丈夫だっていう安心感を与えてくれるんですよね。富士フイルムの絵作り、富士フイルムで僕が好きだったその絵っていうのを一切妥協することなく便利さが与えられる。
で、その便利さは写真だけじゃなくて動画もすごいんですよ。このレンズね、基本的にやっぱり焦点域がその24から 84mm までで長くて、さらにね、オートフォーカス速くて静かで、ブリージングもなくてっていうね、動画用レンズとしても日の打ちどころがないんですよ。だからね、僕やっぱり YouTube 撮ってる時にどうしても効率が結構ね大事になってきてるなっていう風に思って、でもなんていうんですかね、いい写真を撮ること、写真を楽しむこと、そして効率を重視することって結構ね、全てを両立するのって難しくて、っていう難しいことを高いレベルでね満足させてくれるのがこの XF16-55mm っていうレンズだなっていう風に思ったんですよ。そうなのでね、正直ね、このレンズ1本あればあとは何もいらないよ地でいくレンズだなっていう風に思って、なんていうんですかね、写りもすごくいいんですが、それ以上に僕このレンズでなんか救われた気がしたなと。本来だったらすごいバタバタしてて、それでもなんとか自分のねやりたいことを突き詰めようと思った時に、それをうまく助けてくれたのが 16-55mm だったので、今回レンズがやっぱり第2位になったかなっていうような感じです。ということで第2位はね 16-55mm F2.8 でした。そして第1位です。もうね、第1位皆さんお分かりじゃないですかね。第1位はね XF35mm F1.4 です。で、この第1位に関してはね、僕あんまり言葉いらないかなって思ってます。あんまり言葉いらないかなと思っていて、やっぱりね今年撮った写真の中で僕がこれは好きだなって思った写真が圧倒的にね XF35mm F1.4 で多かったんですよ。やっぱりそれはそもそもレンズの描写力がすごいっていうところはあるんですが、それ以上にね本当に気軽に一緒に持ち歩けるっていうところが大きかったなと思って、レンズの重さ自体もね 180g、190g ぐらいで軽いですし、でオートフォーカスね、いろいろうるさいとか遅いとか言われてましたが、第4世代のセンサーのねカメラに組み合わせると全然そんなことないんですよ。スパ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 、それなりに静かな音で決まってくれて、でそういう気軽に持ち出せるのに映るレンズはめちゃめちゃ化け物みたいっていう、なんていうんですかね、本当に全然肩の力を抜いてすごく楽な気持ちで向き合って、でその楽な気持ちで向き合ったところのさらに先にすごくね魅力的な写真を返してくれるっていう、なんていうんですかね、今本当に富士フイルムのレンズってラインナップが充実してて、他にねいろんなすごく目立った特徴を持ってるレンズとか、こういうねノクトンみたいなすごく圧のある写りをしてくるレンズとかいっぱい出てきてる中で、やっぱり一番ちょうどいいレンズが XF35mm F1.4 なのかなっていう風に思いました。今年は 33mm F1.4 っていういわゆる後継レンズも出ましたが、33mm はやっぱり新世代のカメラ、おそらく XH2 とかと組み合わせた時に本領を発揮するカメラであって、あれはやっぱりね今までの富士フイルムのカメラの世界 X システム APS-C のシステムを一段階上に上げる、上のステージに上げるために開発されたねレンズだと思うんですよ。 35mm F1.4 っていうのは今ある富士フイルムの X シリーズのカメラにつける中で本当にいろんな要素全てがぴったりねちょうどいいっていうところに落ち着いてくれるレンズじゃないかなっていうふうに思って、だからレンズを使ってる時ってやっぱり僕幸せだったなっていうふうに思うんですよね。不満はねやっぱりカメラ側で全部解消してくれていて、で気軽に持ち出せるにもかかわらず、やっぱりね富士フイルムの写りをしてくれるレンズが僕は好きだなっていうふうにね、年末いろいろ考えて改めて思いました。今ね33mm とかノクトンとかいろいろ買っちゃって一旦手放してしまったんですが、ちょっとね来年レンズラインナップどうしようかなっていうふうに思ってます。ということでまとめです。いやね、本当にね、今5本紹介しましたが、このね、紹介したもの以外にも、本当にすっごくいいレンズたちたくさんあって、ぜひね、そのレビュー動画見ていただきたいなっていうふうに思います。
でね、今年使えなかったレンズだったり、まだレビュー出せてないレンズっていうのたくさんありますので、来年もね、引き続き富士フイルムの X シリーズ楽しみながらレビュー動画を上げていこうと思います。多分ね、年内もう1本ぐらい動画出すんじゃないかなっていうふうに思いますが、一応今年のまとめとしてベスト5紹介させていただきました。ぜひね、皆さんの今年一番使ってよかったレンズもコメント欄にてね、教えていただけるとすごく嬉しいです。ということで今日の動画は以上になります。今日も動画見ていただきましてありがとうございました。この動画いいと思ってくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また Twitter、Instagram もやっておりますので、興味持っていただいた方はぜひチェックお願いいたします。それではまた次回も動画でお会いしましょう。フォト&シネマベアの言い方でした。